こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は以前も動画でご紹介をしておりますけれど、特定求職者雇用開発助成金の令和7年度における概要が公表されましたので、その内容の解説をしていきたいと思います。令和7年度において特定求職者雇用開発助成金、コースの見直しと新設がされております。その中で注目をしたいのは、氷河期世代を対象としたコースというのが新設されております。氷河期世代、いわゆるですね、バブルの崩壊後の就職期を迎えた方たちになりますけれど、正社員として雇用されなかった、非正規として不本意ながら働いているという方がまだ少なからずいらっしゃるという状況の中で、その方を対象としたコースが新しくできておりますので、その内容についても見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、特定求職者雇用開発助成金とはどのようなものなのか、通称略して特開金と言いますけれど、この助成金の概要、そして今回特に取り上げたいのが特定就職困難者コースと言われるものと、令和7年度において新設されました中高年層安定雇用支援コース、この2つをご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、特定求職者雇用開発助成金とはどのようなものなのかですけれど、全部で今回の新設も受けまして、コースが5つ設けられております。1つ目、特定就職困難者コースと言われるもので、これは以前からですね、かなり一般的に使われているものではあります。高年齢者、障害者、母子家庭の母を採用した場合に対象となるコースということになっております。また、2つ目として成長分野と人材確保育成コースということで、就職困難者を業務経験のない職種で受け入れる場合のコースということで、こちらにつきましては2024年の10月に要件の緩和と支給額の拡充がされております。そして3つ目、こちらが令和7年度において新設をされたものではありますけれど、中高年層安定雇用支援コースというものです。こちらは35歳から60歳未満の中高年層を正規雇用労働者として雇用をした場合に対象となるコースということで、以前はですね、就職氷河期世代安定雇用実現コースというものだったのが、こちらが要件が見直しになって拡充をされて、今回名称も変更になっているということになります。そして4番目、発達障害難治性疾患患者雇用開発コースということで、発達障害の方ですとか、難治の患者さんをですね、継続雇用労働者として受け入れた場合に対象となるコース。そして5つ目が生活保護受給者等雇用開発コースということで、生活保護受給者の方、生活困窮者の方を継続雇用労働者として受け入れた場合に対象となるものとなっております。この中でですね、今回は1番の特定就職困難者コースにおいて、母子家庭の母の部分について、そして3番目の中高年層安定雇用支援コースの概要について解説をしていきたいと思います。まずは特定就職困難者コースですけれど、こちらはですね、いわゆる就職困難者と言われる方、高年齢者、障害者、母子家庭の母などをハローワーク等の職業紹介により継続して雇用する労働者として受け入れた場合に対象となるコースとなっております。コースとしてはですね、3つありまして、丸1、丸2、丸3で、丸2、丸3につきましては、障害者の方が対象ですけれど、その重症度に応じて変わってくるというもの。多くの場合はですね、母子家庭の母、高年齢者の雇用として丸1を活用するのではないかと思いますけれど、こちらはですね、通常は30万円が2回支給、分割支給という形になって、合計60万円となっております。今回はですね、この中で母子家庭の母についての部分を少し見ていきたいと思います。近年ですね、離婚率というのが上がってきております。以前は低下傾向にあったんですけれど、
最近は増加に転じているということで、令和4年度における離婚率はですね、0.147% でしたけれど、令和5年度においては 0.152% まで上昇をしているということで、今現状ですね、日本には5600万世帯あると言われておりますけれど、その中で、母子世帯と言われるところが120万世帯で全体の 2% ほどあるということで、やはりですね、こういったところの部分を、就職困難者、として、受け入れていって、コース対象として助成金対象としてもらえればと思います。やはりこういったところ、なかなか就職難しいというところもあります。人手不足というところもありますので、やはりそういった世帯をですね、会社として雇用してもらえればと思います。そして2つ目が中高年層安定雇用支援コース。こちらは令和7年度に名称変更の上で新設をされたものになります。こちらはいわゆる就職氷河期世代と言われる方たち、35歳から60歳未満の方を正規雇用労働者として安定した雇用を図るときに対象となるコースになっております。この35歳から60歳というのは、バブル経済崩壊時に就職活動期を迎えている方たちという形になりますけれど、こういった方たちに対した対象としたコースということで、対象となる労働者につきましては、雇い入れの日に35歳から60歳未満であること、そして雇い入れ前5年間の中で正規雇用労働者としての期間が1年以下であること、また、雇い入れ1年前に正規雇用労働者として雇用されたことがないこと。そして、ハローワーク等の職業紹介等の紹介の時点で就職をしていない。また、さらにですね、個別支援を受けている方。そして、本人が正規雇用労働者として雇用されることを希望していること。この条件を満たした場合が対象労働者ということになりまして、助成金として支給額は中小企業の場合は対象期間が1年間で、支給額は30万円が第1期と第2期で2回に分けて支給されまして、支給合計としては合計60万円という形になります。この35歳から60歳という方たちは、だいたい1965年から1990年までに生まれた方たちという形になりまして、やはりこの就職氷河期世代というのは問題になっているということで、どういった問題になっているかと言いますと、この方たちにつきましては、1990年代半ばから2000年代半ばに就職活動を行った世代と言われておりまして、大体ですね、約80万人ほどいるというふうに言われております。ここに対してやはり政府は就職氷河期世代の支援に対する行動計画2024というのを策定をしておりまして、積極的に支援に乗り出しているといった状況。ではですね、こういった就職氷河期世代、何が問題なのかと言いますと、やはりですね、社会参加がまだ十分にできていない。そして就労処遇の改善が必要な世代である。また、将来年金ですね。高齢期を見据えた支援が必要といったところで、こういった課題を解決するために行動計画が策定をされているということになります。では、この就職氷河期世代の方たち、どういう特徴があるのかと言いますと、多くの方が大学卒業後も正社員としての就職先が少なかった。そのため、不本意ながら、非正規雇用労働者として働いている。そしてそのためにキャリアの形成が不十分である。また、バブル世代の方たちに比べて真面目で堅実であって自己研鑽意識が高いというふうに言われております。こういった方たちですね、まだまだ十分なキャリア形成ができておらず、正規雇用として雇われていない方が多いということもありまして、こういった方たちですね、会社、今人手不足というところもありますので、積極的に採用を進めていってほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになります。今年齢雇用安定法というのは令和3年の4月1日から改正になっておりまして、いくつかですね、努力義務というのはありますけれど、70歳までの定年の引き上げ、もしくは定年の廃止、70歳までの継続雇用制度等が努力義務になっており、
全体として70歳まで働くのが当たり前になっている世の中になってきておりますので、今後はですね、長く働ける職場環境づくりというのが非常に重要になってくる。また、働く人自体も多様化をしている。そして、人手不足の原因もありますけれど、仕事も多様化をしているということで、やはり高年齢者、障害者、一人親世帯、そして外国人と様々な方が職場で働くようになってくるということで、そういった多様性が共存できるような職場環境、ダイバーシティの経営が求められているという状況になっております。こういった助成金を活用していただいて、様々な働き方ができる労働環境を整備していってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。